いる待って、ついてる待って、待って、いるはいどうも、水ラーメンです。今日は沖縄に来ています。今回はバカでけえ魚を捕まえていこうと思います。この縄で、この沖縄の海には人間サイズをはるかに超える化け物がうじゃうじゃいるんです。体重100キロオーバー、体長も2メートルを超える。そんな奴らには釣り竿なんて爪楊枝、一瞬でぶち折られます。だから今回は竿を捨てて縄一本で真っ向勝負。勝てば晩ご飯、負けたら海ポチャ。人間 VS 化け物の前代未聞のバトル、今開幕します。よし、早速釣りしていきましょう。仕掛けはマジで簡単で、ホームセンターとかに売ってるこのロープの先にでかい針をかけるだけ。見てみんな、このでっけえ針。Amazon でバカでけえ針って検索したら一番上に出てきました。街中でこれちらつかせたら普通に逮捕されるからね。でかい魚は歯が鋭いのと顎の力が半端ないので、ロープと針を結ぶ部分にはこんな感じでワイヤーを使ってます。これで岩とかに擦れてもちぎれない。そうしましたら、あとは糸の先端を固定するコンクリート。これがないと万が一化け物がかかった際に海にロープがまっしぐら。いくら反射神経がいい僕でも追いつけないからね。よし。オッケー。そうしましたらスーパーで売っているサバを、大きい魚あったらこんなね、もう丸飲みだからね。よっしゃ。では早速みんなぶん投げていきますよ。あほー！よっしゃ、今ね、仕掛けを3本投入できました。この方法、脳筋すぎるやろと思ったそこのあなた。このロープの釣りね、構造だけ見ると、ハエ縄漁っていうプロの漁法とほぼ同じ。ハエ縄漁ってのは、1本の長いロープから細い糸をたくさん出して、そこに針をつけて魚を釣る漁法。船で海に流して数時間放置するだけで魚がどんどんかかる。まあ、言っちゃえばハエ縄漁って、このロープ釣りの進化系なんだよね。よし、じゃあ早速待っていきたいと思います。いや、そんな簡単には釣れないか。ちょっとね、一旦待ってる時間、海にね、カメラぶち落として、水中の中、どんなお魚がいるか観察してみます。うわ、待って、みんな、結構魚いるぞ、これ。でも、デカバリに食ってくるような肉食魚はいないかな。渋沢栄一だね。こんなお魚たくさんいたら、化け物が食ってくるのも、時間の問題ですよ。これはちょっと期待できます。てかさ、ここ初めて来た漁港なんだけど、見てこれ。テトラポットについてる乳首みたいなやつ。これ傘貝よ。めっちゃでかい。もうそのまま直接焼いて、バター醤油かけたら最高だろうな。ほらさ、ここ人が入れないから、こんな感じで貝たちも巨大化するんだけど、テトラポットってこういうカニとか貝とかもたくさんついてて、それを食べに来る小魚もいるし、さらにその小魚を食べに来る大きい魚も周りにいるから、今日こそは絶対釣ってやりますよ。みんな、あれからですね、5日の方が経過しました。5日間寝る時間削って、いろいろな場所で釣りしたんだけど、全く釣れなくて、ちょっと見えづらいんだけど、今さ、外洋が爆風でめっちゃ荒れてて、外の海が荒れてる時って、こういう漁港の中に小魚が避難して逃げてくるんですよ。その避難してきた小魚を追っかけて、こんなちっちゃな漁港にも化け物みたいなお魚が入ってくるってわけ。だから今から中に入ってきたお魚を巻きをして確実に寄せて釣る。これをぐちゃぐちゃに潰して匂いをマジで出すぞ。どんぶりアタック、どんぶりアタック、どんぶりアタック。待ってみんな、ロープめっちゃ張ってる、ロープめっちゃ張ってる。なんかこの下にいるぞ。でも多分ちっちゃいお魚なんだろうな。あ、待って、いる。待って、やった。おらジャポン。みんな、やった。初めてお魚釣れました。このウツボちゃんは、ウツボはウツボでも、アセウツボちゃんだね。体色がちょっと白っぽいでしょ。アセウツボは、この白っぽい体色に、こんな感じで薄黒い斑点が多数入るのが特徴で、ちょっと浴槽に生えてるカビみたいな感じかな。ゴツゴツした岩礁域とかサンゴ礁の浅い場所にたくさんいるウツボ。このアセウツボは一回食ったことがあって、それは時期も夏場だったんだけど、マジで磯臭かった。いや、この仕掛けで一匹目釣れたのが嬉しすぎるな。けどみんな、この子ぐらいの小さいのじゃ、まだ満足しない。さらに化け物を今回狙っていくよ。みんな今さ、魚釣れなさすぎて、自販機に飲み物買いに来ようとしたら、おーっとすってんころりんヤシガニちゃん。もう結構寒くなってきたのに、まだ冬眠してないんだね。ヤシガニちゃんはね、主に南の島にいるヤドカリの仲間なんだけど、こんな感じで夜中に歩き回ってご飯を探してる。なんか足元に普通にもっとでっかいのいたわ。いや、多分これ今日釣れる。釣れますよね。ね、釣れる？
皆さん、マジで全く釣れなさすぎて、あれから1ヶ月経ちました。よいしょー。いろんな場所遠征して、離島とか秘境の釣りポイント、やれることは全てやった。徹夜してたら途中豪雨が来て悔しくなって泣いたりもしたさ。今ね、漁さんに短パン、クリスマス近いですから、もうクリスマス前に何やっとんのでね、仕掛けを大幅に変えます。このワイヤーのこの糸って、太いから水中で目立って魚に気づかれる可能性があるから、このね、ナイロンの仕掛けを使います。このね、ナイロン40号の先にかなりちっちゃい針。そうしまして、仕掛けはもうね、3つほど設置してあります。今ね、こんな感じで船止めにロープをかけさせてもらってるんだけど、ここの地域の漁師さんと僕仲良くて、今の時期ね、この辺りに船止まんないから、使っていいよってことでありがたく使わせていただいてます。果たして何が釣れるでしょうか。6時間後にね、もう一回来て、仕掛け確認したいと思います。まずね、一つ目の仕掛けから確認していこうと思う。ロープちょっとさ、出てるように思えるんだけど、この出てたっけな。まあいいや、一旦ね、巻きます。何回こうやってロープを巻いてきたことか。その先にあるのは希望かと思いきや、ただ空の針ばかり。あ、待って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 。待ってみんな待って魚いる待ってみんなでかいかも待ってみんなこれ待っている待ってみんな魚いるちょっと待ってお前いくらなんでもこれは頑張りすぎやろ釣れました石ミーバイちゃんですねやっと釣れたと思ったらお前かい。このお魚は沖縄とかあったかい地域にいるハタ科のお魚なんだけど、みんなも見て分かった通り、口に入るもんなら何でも食います。いや、なんなら多少無理するからこいつら。なんとか釣れて嬉しいけど、ちっちゃいから逃がします。ありがとうな。うい。はい、ではみんな2つ目の仕掛け見ていきます。待って、待ってみんないる待って釣れてる待っているやった勝利の方程式開かれる景色うわ勝利の方程式開かれる景色うわやったみんな苦節45日やっと釣れた針ちっちゃくしてナイロンにして餌はねイカを投げてこいつ狙ってたんですよ待って見てほしいんだけど50ジャストぐらい。うわ、嬉しい。めっちゃ立派。皆さん、こちら、キツネ笛吹きっていうお魚です。主にね、屋久島以南の南西諸島にいるお魚なんだけど、キツネ笛吹きさ、キツネっていうぐらいだから、こんな感じでね、口先が尖ってます。笛吹き大科の中でも、この子は最大級に成長する種類で、この口の中見える？ほら真っ赤でしょ。これがね、チャームポイントのお魚です。口の中が真っ赤。この子ね、155年間、このキツネ笛吹きと5人されてた魚が最近実は別種であることが判明してこの子にそっくりな立ち紙笛吹きっていう笛吹き台もいます。でさみんなこの歯見えるかな結構さ歯がザラザラしててしっかりしてるでしょ。この歯で口に入るものだったら何でも食うんだけどイカとかタコとかちっちゃなアジ科のお魚とか小魚何でも食いますよこいつは。全然漁港からでも釣れちゃうんです。このサイズがもうこのサイズが漁港でロープで釣れたら最高でしょ。待ってみんな最後のポイントなんだけどさ明らかに糸さ奥の方に出てんだけどうわけど張ってないから捉えてるんかな。でも待ってこれワンチャンいるよな。いないか。いや待ってみんな重い待って絶妙に重いなんか待って引いてる待って引いてるなんかいるぞ待ってなんかめっちゃ引いてるでかい待ってでかいこれは絶対逃がしたくない来たよっしゃーでっか待ってでっか事件やろこんなん待ってみんなやっちゃったバリでかいこの太鼓この太さこの荒々しさもうこれ堤防の主やろ。じゃじゃん47センチでした。今回釣ったこのお魚なんだけど、最初このお魚見た時にキビリハタとか白ブチハタかなと思ったんだけど、こちらね、もうここ見た瞬間確信しました。ヒレグロハタです。ヒレグロハタって背びれ付近に結構ね、でっかいこの黒いボチボチが2、3個つくんだけど、ほら、これしっかりさ、ついてるよね。ヒレグロハタはだいたいこのサイズがマックスぐらい。いやもうマジで絶対美味しいはず。沖縄で言うと、このハタは高級魚だから、このね、南西諸島には1メートルを超えるハタ科のアーラーミーバイってお魚
魚もいたり、それこそ赤人とかももっと大きいサイズいるんだけど、このヒレグロハタはめちゃくちゃ立派だよね。ほら、頭も大きくて、夜だから餌を探してこの漁港の中にも入ってきたんだろうね。基本ハタはね、夜寝てるんだけど、餌を求めて出歩いてる個体もいるから、じゃあみんな早速、食べていこうと思います。さあ、ってな感じでみんな、早速ね、ヒレグロハタからさばいていくんだけど、今まあ季節は冬じゃないですか。冬といえば鍋といえばヒレグロハタということで、鍋の動画も今回全部用意したから、お刺身と鍋でヒレグロハタとキツネフエフキ食っていこうと思います。みんな釣っちゃいましたよ、こんなでっかいハタ。最初この企画やった時は、もうそれこそ3日とかでね、撮影終わると思ってたんよ。本当に何も釣れないまま1ヶ月が経過して、本当に奥が深いと思ったね、生き物は。見てみんな、やばい。この綺麗な白身。このハタってさ、小型だと結構キロ1000円ぐらいなんだけど、こんくらいのサイズだったらキロ普通に3000円とか超えてくるから、基本ね、沖縄の方でしか流通しないけど、東京の豊洲とかにこのサイズが来たら、キロ5000円とか5000円近くなるからね。めっちゃテッカテカないよ。油テッカテカ。これこそ至高の贅沢。完成。ヒレグロハタのお刺身と鍋用で、後で贅沢にいっちゃいます。どんどこしょい。すごいいいね、めっちゃこれ。油がめっちゃ乗ってる。えぐい、これは。ハタより断然油乗ってるわ、こっちの方が。内臓脂肪も半端ないしね。ハタはあっさりだったけど、こいつは油乗りが半端ないからさばくのが楽しみすぎる。包丁にさ、ほら、切ったら油がべっとりつく。そんなついてなかった。この油伝わる？笑っちゃうぐらいうまそう。つゆ入れてきます。丼アタック。ってな感じでみんな完成しました。キツネフエフキとヒレグロハタの鍋。今からこの刺身を取ってしゃぶしゃぶしちゃうから。醤油とわさびをかけまして、ハタからいただきます。うわ、うんまっ。周りに釣り人とか車とかいろいろあるんですけど、これはもう抑えられない。うまい。きめ細かい繊維の中に油と旨味が混合して、噛めば噛むほど旨味が出てくる感じ。じゅわっとホタテのような甘みもあって最高だ。じゃあみんな次はキツネフエフキの刺身。いただきます。あ、うまい。油ノリノリ。うますぎる。肩と違って食感がね、しっかりしてて、少し繊維状なのがね、癖になるうまさなんだよね。一口噛んでコリコリって後にすぐね、旨味と油だね、この個体は。油がじゅわって混ぜてくる。ほんまうまい。絶対うまいでしょ、こんな。火入れることによって弾力とかね、食感もまた変わってきて、これ2度楽しめるね。日付変わってクリスマスにやる一人の鍋うめえ。いや全然さ、クリスマス一人でも寂しくないもんね。いや俺には視聴者さんがいるからさ、やっぱネギと椎茸しか勝たんな。ってな感じで皆さんごちそうさまでした。いやロープ釣りはね、時期がね冬に差し掛かったのもあって活性低かったから釣るのねめちゃくちゃ難しかったけど、夏またリベンジしたいと思います。あとね告知です。水ラーメン本をねなんと出版しました。水辺のね冒険日記って本なんだけど、今までの撮影と生き物の話、いじめを乗り越えてスポーツと YouTube も頑張った話、消費者金融で満額借金しながら YouTube 頑張った話とか結構盛りだくさんなんで、概要欄にリンク貼ってあるんでみんなマジちょっと買ってみてください。ってな感じで最後にここまで動画見ていただいて本当にありがとうございました。この動画いいと思ったら高評価チャンネル登録お待ちしてます。ってな感じでまた次の動画で会いましょう。ポワッ。